斉藤選手とは1年越しなんですが、どちらも多分強くなっていて、すごい勝負のある試合になるんじゃないかなと。僕と朝倉選手の試合を望むんであれば、それが盛り上がるんであればやる意味がある。いろんな団体のね強い人たちが集まってきたんで、格の違いを見せたいですね。勝てるか勝てないかって言われたら勝てるって言います。第10代プロフェッショナルシュート世界フェザー級王者斉藤豊。この攻撃許されています。これで終わった。これがフェザー級の1位の戦いですか。これがやってやりましょうかね。タイミング合えばお願いします。タイミング合えばみたいな、本当に勘違いしちゃってるのかもしれないですし、朝倉選手を追いかけてこのライジン参戦したわけではない。なんかつまらないじゃないですか、あいつ。受け流すタイプです。はい。煽るって言ったらあれですけど、朝倉選手って多分ずっとそうやってやってきたと思うんで、強さで見せるしかないっていう選手だと思うんで、俺は勝って、見せつければいいかなと。リミット66キロライジンフェザー級ライジンミクル級タイトルマッチ。テイクダウンか、ついに倒した。左これがあった。斉藤も入れて、アッパーだ。左連打入ってる。斉藤も入った。来たー。なんとユナニマスディション。いつも応援していただいた皆様、本当にありがとうございます。よかった。毎日本気出さないと死ぬような、精神的にきついようなトレーニングをしていかないと。実力は確かにあるんですけど、その格闘技の選手として花はないと思うし、正直求心力もないと思ってるし、俺はチャンピオン失格だと思ってますね。花と、求心力が足りないと気持ちを、改めて教えてください。朝倉選手もすごく必死なんだなっていうのをすごく感じます。はい。あれから1年ぐらい経ってどのぐらい強くなったかちょっと見とってください。いや、強くなった姿を見たいですね。近くで見たいと思います。見届けたいと思います。さあまた来た、同じ体勢だ。本当でしたね、1ラウンドとね。このテイクダウンうまいですね。左ハイキック得意だ。そしてまた同じテイクダウン3発目。判定3対0、ユナニマスディションです。やり返すためにすごいきつい練習を始めて、毎日過ごしてきました。よかったら対戦受けてもらえたら嬉しいです。なんで負けたか分かってないんじゃないですか、まだ。彼の試合をできなくさせたんで、多分それに気づいてないからまだ。彼の性格上変えることができるところとできないところがあるよねっていうところとか。いや、冷静な部分のことじゃないですか。冷静な部分がなんていうかな、挑戦を生まないことだと思うんですよね。リスクをめっちゃ軽減した戦い方をするんで、そこのことを言ってるかもしれないですね。斉藤選手って結構気持ち弱い人なんじゃないかなと思ってますね。弱いんだけど、いざ舞台に立つと強くなるっていうか、試合になるとめっちゃしぶとく精神力を持ってるタイプ。その通りだと思います。全てが真剣だし、全てが本気っていうことですね。今回自分がメインでやるということでタイトル戦にしてもらいたいんですけど、斉藤あるいは牛久、どちらがフェザー級の王として明日の夜明けを迎えるのか。そうですね、この右のボディです。そして左のボディだ。完璧。そして北田、そうキャッチした後にできるよできるよできるね。なんとできない。牛久潤太郎ができないの大開か。
さんの方にすごく応援してもらってカットで負けるっていうのはなかなか答えるものがあります。お互い万全じゃないっていう情報を聞いてたんで、それを大晦日2人で盛り上げようっていう2人の男気じゃないですかね。でも斉藤選手が終始押してたと思うんですけど、実力的には斉藤選手の上なんじゃないかなと思ってます。俺スパーリングだけしかやってなかったじゃないですか。そこからどんぐらい成長してるのか、斉藤選手は体感することになるんじゃないですかね。別人だってことを。なんか消極的だったというか、カウンターに自信を持ちすぎてて相手の入りに対して合わせることばっかやってましたけど、今はもう全然自分からの攻めもできるようになってるし、寝技の展開もあるし、1年前の俺とはもう別人ですよ。1年前にやってますけど全く違う展開になると個人的には思っていて、多分朝倉選手が違う作戦を取ってくると思ってるので。牛木選手より上手にやるんじゃないですかね。開いたらしょうがないと思いますし、それも込みでやるって言ったんで問題ないです。萩原戦、新しいスタイルでしたよね。テイクダウンを織り交ぜていくっていう、おそらくそれをやりたいんだろうなっていう。いろんなことやってそれを足し算で強くなっていけるほど MMA って簡単じゃないと思ってるんで、そこいうところもつけ込みたいです。整理しないと大体石渡さんがこうじゃないかっていうのを持ってきてくれて、僕もできる動きとできない動きがあるんで、やりながらじゃあこれがいいかなっていうのを見つけていくような一部に過ぎないです。今回その想定外の戦いになるのは多分あっちの方だと思いますよ。相手の狙ってることを分かってるのが僕の方なんで、僕が何を狙ってるか多分相手は分かってないですね。自分は本当に自分からどんどんアプローチかけてっていうスタイルは変わらないので、選ぶのは朝倉選手の方じゃないですか。でも今回の試合に関しては 100% 俺が勝ちますよ。100% です。さっき会見でペースオフしたんですけど、終わり際によろしくお願いしますって言われました。お願いしますって言ってたんですよ、彼が。1年1ヶ月前とは違う顔をしたような気がします。いい意味で言うと斉藤選手の実力を認めたってとこですかね。それを踏まえてぶっ倒してやろうかなと思ってます。みんなが望むからやってやろうじゃないかと思ってます。リベンジと自分の成長を確かめる、あとは日本を盛り上げる。斉藤選手がいなかったらまた別のもっと強いやつにやられてたと思うんです。だから斉藤選手はね、格闘技の厳しさを教えてくれた。狙ってきて当然だと思います。そのぐらいの本気を感じたい。命削っても身を削ってでも前に行く、勝ちに行く。勝敗で人生が左右されますから、格闘家は。だから別に世間の評価を覆したいとかそもそも思ってないんですよね。俺はただ格闘家として斉藤選手とやりたいってだけです。
ランドマーク一緒の大会で取ったんですけど、あの試合見ててもちょっと怖いなと思ったんで、サイコパス感というか目とかももうギラギラやし、いっちゃってるとこあるじゃないですか。それ言ったら君もやね、楽しいですけどねだいぶ決まってんぞって思いますよ。決まってる。この匂いがそういう風に感じましたね。そういう選手やからこそもう面白い試合になると思うし、ビンビンでいきますよもう。デビュー戦みたいなんで、ちょっと MMA の厳しさを教えてあげようと思ってるんで。2年連続キックボクサー、MMA だけ見たら僕の方が先輩やし実績もあるんで、もうちょっと MMA の厳しさを教えてあげようと思ってますね。お互い殺しを持っていると思ってるから、フィニッシュじゃなかったら2人とも負けだろうって。もらっているさあ鈴木富澤誰も技術もやってるからその後にも問題ないね。クレベルやサトシや関根さんたちとも練習するし、彼らが来て打撃を僕がやって、で今度逆に僕がグラウンドとか、そういうのやるときは僕がその本サインに行って練習やってっていう状態ですね。なんでお互い先生って言い合って、なかなか素敵な間柄なんじゃないかなっては個人的には思ってます。早くもヒートアップしている両者。清明なんとライジン初参戦、しかも何でもありの総合格闘技 MMA デビュー戦を迎えることになりました。この舞台でのし上がるためにねやってきたんで。しかし最後のフック上がった左で鈴木パウンドを放っていく鈴木弘明、これが怪物格闘です。ギラギラしてるからまだ多分戦ってんでしょうね。朝倉未来がチャンピオンベルトを持ってるところにリベンジして、そこでベルトも取れるっていうのが一番絶対やり返さないとあかん負けなんで。まあこのまま終わるつもりはないんで、楽しみにしとってください。今回バチバチの面白い試合して朝倉未来にケツ煽ったのかなと思ってますね。残虐な肘とか膝とか、これが MMA やぞっていうのを見したいですよね。持てるもの全部使ってこの食い合いしたいですね。だから今回リングにした時はお互いに目いっちゃってる者同士の試合になりますね。恨みっこなしのこの潰し合いやろうぜ。アドレナリン全開でお互いハイになってみんなが見たいものが見れると思いますよ。15戦してるってことにまずびっくりしたんですよ。15戦もしてるの私みたいな1回でやめようとしてた私が。このリングから降りようかなと思っています。人生そんな甘くないということですね。5年越しの再戦の場所は、愛よりも青い海、愛よりも青い空、沖縄。さあカウンターアタックを取った。さあ今度は十字だ。これも十字だよ。両手がどうか外れた。どうだタップアウト。角度を変えるモンスター圧力がやっぱり強くて
剥がして肘とかやりたかったんですけど、そこはうまいことしてくれなかった。それはもう皆さんの技術の高さだったんですけど。離れ際蹴り上げ、5年前もあったタッチ合いは勝ちましたけどね。いやそうですね、ちょっと皆さんここから楽しかった、すっごい楽しかったです。これが私ですね。18年初めて切れましたよ。初めて縫いましたけど、みゆさんとこの試合でなったんだったらなんか一生の思い出になりますね。みゆさんとだからこんな試合ができたし、一緒になったねって言ってくれましたね。お互いボロボロだけどもみたいな。本当に意味のある再戦でした。 그때 좀 레나 선수랑 한번 싸워보고 싶다라는 생각을 하기는 했었어요. 미유 선수가 사실 지금 나이도 되게 많고, 근데 그럼에도 불구하고 정말 열심히 운동을 하거든요. 그래서 그만큼 마음이 되게 많이 가는 미유 선수인데, 그 시합에서 그렇게 되니까 진짜 사실 마음이 많이 아팠어요. 그냥 일반적인 사람들이 사는 삶보다 격투기를 해서 약간 성공하고 싶은 그런 마음이 큰 것 같아요. 일단 한국에 돌아가면 지금은 다시 일본에 돌아올 수 없고, 그렇게 되면 제 격투기 동기부여가 많이 떨어질 것 같아서 뭐 일본에 사는 게 사실 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 근데 제가 꿈을 위해서 일본에 왔기 때문에 계속 그냥 참고 열심히 하고 있는 것 같아요. 격투기는 약간 인생이랑 똑같은 것 같아요. 희노애락이. 지금 제 감정은 스포츠라 생각 안 하고 그냥 싸운다는 생각으로 시합을 할 거고. 다치아사나 기슈스도 있다. 진짜負けない. 제가 스피드는 더 빠를 거라고 확신하고, 그리고 제가 천치가 강해요. 바치바치になるかなと.大晦日にデビューさせたい選手がいます。キングカズの息子三浦孝太君。皆さんに素晴らしい試合を届けるんでよろしくお願いします。三浦孝太が格闘家としてこのライジンでデビュー戦を迎えることになりました。小学校ぐらいの時から好きだったんで、本当に10年までいけないですけど8年とか。彼が一番得意なところは打撃なんで、通されないで投げれればいいと思います。ボクサーでもいけるなっていうスピードもあるし、根性もあるし、インパクトとか、それはやっぱ持ってますよね。インシン選手とか好きでライジンに来て、総合も好きになったって感じなんですけど、とにかくかっこいい競技やなっていうのは、金太郎選手とか見た目もファイトスタイルも大好きです。自分とは真逆の人生というか、かっこいいなみたいな思います。今まではお父さんのやっぱちっちゃい時は子供ってだけで注目はしてもらえてたんで、それだけじゃ嫌だなっていうのも自分の中で芽生えてきて、みんなと一緒に寮生活したんですよね。カズさんの方から入れたいと。
自分とは違うその地方から出てきてそういうハングリー精神を持ってる人たちの中でも生まれてほしいっていうのはあったみたいで。飲食店やつなんかいじめられたりとかするのかなっていうのはあったんですけど、すごいみんななんて言うんだろう、優しく接してくれて、本当になんか遠慮とかなく普通に接してくれたんで、すごいそれは嬉しかったです。三浦孝太が格闘家としてこのライジンでデビュー戦を迎えることになりました。いい子なんですよ。いい子で、ライジン出場が発表された時に結構批判を受けてたじゃないですか。だからかわいそうだなと思って。ただお父さんの名前だけ出てるんじゃなくて、一生懸命練習してる姿をしてたんで、僕は段階踏んで出るのが普通なんですけど、彼の場合はいきなり大舞台だから逆にすごい挑戦をしてるんですよね。他の人より考え方変えればなんで出れんだろうみたいな、こう自分より実績がある選手とかと練習してて結構やられたりしてる中で複雑な気持ちとかも思ったし、絶対両親反対するんだろうなとかも思いました。なんかお母さんはやっぱりその心配もあったし、ちゃんと一からやった方がいいっていうのも思うんです。でもお父さんは出れるチャンスをもらった中で断るっていうのも逆に失礼に当たるんじゃないっていうのも少し言ってて、まだ実力がないんで出ませんっていうのを言っていたら、そのいつまでたってもそういうチャンスを逃す人になっちゃう。家族も応援してくれるようになってきて、後悔ないように頑張れっていうのを言われてるんで。僕が今大会のスターになるんで、孝太君には踏み台になってもらって、このチャンスをものにしていきたい。決められるかとかあんま見てない。マジですよ。打撃のプレッシャーもやばいです。恐れはないです。こんなチャンス一生に一度あるかないかのチャンスだと思ってるんで、僕は今まで彼よりも一回り以上生きてきて、いろんなステージ立ってきて、人生の厳しさみたいなのを僕がそのステージで教えられたなと思ってるんで、楽しみです。周りの意見とか家族の心配とかも振り切って、ピッチの上で最後ヘディングとかでゴールを決めて、それで倒れて死にたいぐらい思ってるんで、やっぱり自分が今回の試合に出れるっていうのは話題戦でこうやって出してもらえるんで、認められるアスリートにもならなきゃなっていうのは思います。この2人戦うことが決まりました。とにかく一回ゴミ会えないから、もうみんなもうここはゴミさんしかいないって、大どんでん返しゴミ高則ここで来るかっていう、どうや那須川天心のですねライジンラストマッチ、武尊選手ですかね、どなたですか。五味隆則ボクシングに準じた形のライジンスタンディングバウトスペシャルルールで行います。怖いし面白いし大好きです。当たったらやばいですよ。でもなんかもらいたい気もします。タゲルさん今度ぶっ飛ばしてやるからっつって、ああはいっつって、クリスマスね、お正月一番家庭でアットホームな時間をね、20年前から榊原さんを奪ってる。俺の根拠を奪うなってプライドを体験できるんですよ。もう五味さんとなら
最後にこういい作品ができるかなと。長年やってきた人間の格闘技に対する思いっていうのを選手に伝えることができたらなっていう思いはあります。